突き抜けた個性を追い求めた企業、ツィマット社製モビルスーツ集。機動戦士ガンダムの舞台である一年戦争では数々のモビルスーツが登場しましたが、中でもジオン公国は多彩なモビルスーツを生み出しました。そんなジオンのモビルスーツ開発を請け負った企業として、ジオニック社、ツィマット社、MEP 社、スウィネン社といった様々な軍需メーカーが登場しています。そこで今回はその中の一つであるツィマット社を特集していきたいと思います。なお、ツィマット社はムック、ガンダムセンチネルでツィマッドとカタカナ表記されていましたが、 OVA 機動戦士ガンダムモビルスーツイグルー一年戦争記録の以降の作品でツィマッドと発音されるようになった企業です。宇宙世紀0071、ジオン公国は地球連邦との開戦を見据えて圧倒的な国力、物量差を覆すための兵器としてモビルスーツの開発に着手しました。開発方針としてツィマット社とジオニック社と MEP 社の3社に軍用モビルスーツ開発を指示し、それぞれを競い合わせることで良質の兵器を得ようとしました。この3社の中で MEP 社は特殊環境向けの兵器開発を行う方針を固め、汎用モビルスーツとしてはジオニック社とツィマット社の競合となりました。この時ジオニック社はモビルスーツの原型である汎用民生重作業機を製作したという実績がある一方で、ツィマット社はモビルスーツ開発においては後発の立場でした。そのためツィマット社はジオニック社に汎用性ではかなわないと判断し、推進装置の開発を得意とするという自社の強みを生かした高性能なモビルスーツ開発に着手することにしました。こういった背景から開発されたのが EMS-04 ズダとなります。ズダは宇宙空間での機動性を確保するために試作の水星エンジンを経て完成した木星エンジンと呼ばれる噴射推進剤に重元素を用いた独自のエンジンが搭載されました。こうしてツィマット社の EMS-04 ズダとジオニック社の YMS-05 ザクワンはジオン軍の次期主力モビルスーツの座をめぐってコンペとなりました。しかし模擬戦ではズダはパワーとスピードの両面でザクワンを圧倒するほどの性能を見せつけたものの、コンペに勝利したのはジオニック社のザクワンでした。この理由としては2つありました。1つ目はズダには高軌道に耐えられるだけの強度を有しておらず、出力を上げた際に空中分解してしまうという構造的な欠陥がありました。そして2つ目の理由としては単純にコストが高いということです。こうして空中分解という欠陥はもちろん、国力が限られるジオン公国にとってコスト高も致命的と判断されたのでした。コンペに敗れた EMS-04 ズダですが、その後も細々と開発が続けられ、新世代の素材と新制御システム、そして新型エンジンの土星エンジンを導入した EMS-10 ズダが完成しました。そしてジオンはこの機体をプロパガンダとして利用し、現行主力機ザクをはるかに上回る新兵器の開発に成功したと放送を行い、国民の戦意高揚を狙いました。しかし実際には EMS-10 は EMS-04 の外装を交換しただけであり、エンジン出力を限界まで上げると空中分解を起こす欠陥そのものも受け継いだ未完成品でした。そのため評価試験の際に空中分解事故が起きてパイロットが死亡してしまった上に、その映像は連邦軍にも流れたので、ズダの欠陥は全世界に知れ渡る結果となりました。ただし本機の土星エンジン自体が優れたものであり、ドムやリックドムに採用されています。次に開発したのが YMS-08A 高機動型試作機となります。本機はズダでコンペに敗れ、ジオニック社のザク2のライセンス生産を行っていたツィマット社が第1期陸戦用モビルスーツ開発計画においてジオニック社のプロトタイプグフと共作する形で開発した機体です。推進機強いツィマット社製モビルスーツらしく、短距離のジャンプ飛行も可能な設計でしたが、結果としては十分なジャンプができず、コストパフォーマンスも悪かったので、プロトタイプグフに計画が統合されました。こうしてツィマット社はプロトタイプグフを経て完成したグフのライセンス生産を行っていくことになります。そんな中、ジオン軍は地球侵攻作戦を進めるにもモビルスーツの移動速度が遅いことを問題視していました。そこでツィマット社は今度は生産していたグフをベースにグフ試作実験機を開発します。本機はプロトタイプドムのデータ収集用に作られた機体で、
ここから熱核ホバージェットエンジンを搭載したプロトタイプドムを開発し、さらにその先に正式量産仕様となる MS-09 ドムを作り出しました。ドムは土星エンジンの技術を応用した熱核ホバージェットエンジンを脚部に搭載することで、地表を高速で滑走するホバー移動が可能な機体として開発されているため、歩行するよりもはるかに速く移動することができます。ちなみにモビルスーツの移動速度は媒体によって表記が異なるものの、書籍ガンダムセンチュリーによると、ザクが最高で時速 160km、ドムが最高で時速 380km とされています。確かに新幹線を上回るドムの速度があれば障害物の懸念はあるものの、移動はかなり楽になりそうです。そんなドムは高速移動の妨げとなるシールドを装備していませんが、重装甲で高火力という装甲種の揃った総合力が高い機体として完成しました。しかしすでに地球連邦軍の反撃によってジオン軍は押し返されつつあったので、生産ラインの確立や戦線への配備に時間を要した結果、戦力としては十分に貢献できなかったとされています。ただし通常歩行よりも作画枚数が減らせることから制作現場には貢献していたようです。そんなドムは宇宙仕様としてリックドムも開発されました。外観だけ見るとドムなのかリックドムなのか判別できないこの機体は、主に脚部や腰部内のバーニアが強化されているという違いを持ちます。一年戦争後半では主戦場が宇宙へ移ったことを受けて、ドムの生産ラインをそのまま使えるという利点を生かし、ドムの装備を宇宙用に変更するだけで完成するリックドムがしばらく採用されていました。アニメ本編以外ではアナベルガ島がリックドムに登場して多数の戦果を上げるなど高い性能を誇るリックドムですが、本編ではコンスコン機動部隊のリックドム隊12機がホワイトベース隊に3分も経たずして全て撃墜されるというやられ役という印象が強い機体となっています。ただしアムロはリックドムに至近距離へ潜り込まれてシールドごと切られそうになるも、いつの間にかシールドの裏でビームサーベルを構えていて、そのまま迎撃するというとんでもない技量を見せつけるパイロットなので、リックドムの性能というよりも相手が悪かっただけと考えた方がいいのかもしれません。また地上戦線では第1期水陸両用モビルスーツ開発計画もありました。この時ツィマット社は社内共作の形で MSM-0 に水中実験機と MSM-03-1 プロトタイプモッグを開発しました。水中実験機はザクマリンタイプのデータを元に開発した機体で、運動性がザクマリンタイプよりも向上しているものの、軍の要求値を満たしておらず、陸上での機動性も劣悪でした。そのため少数が生産されたのみでプロトタイプモッグが採用されています。プロトタイプモッグはまだメガ粒子砲の出力不足や試験未実施という問題を抱えていたものの、基礎設計は優れており、ここから完成したゴッグは重厚な装甲に実用レベルのメガ粒子砲を装備し、それでいて時速約 140km もの水中最高速度を誇る機体に仕上がりました。なおドムの核反応炉ではメガ粒子砲の有効な出力を得ることができなかったので、ビーム兵器の実装を断念していましたが、ゴッグは冷却水を使用することで反応炉の冷却能力を高めているので、メガ粒子砲が使用できるようになっています。ゴッグは陸上での活動時には本体内のバラストタンクに冷却水を溜めて行動するため、1、2時間の活動が限度となるという制限があるため、行動範囲が海や河川地帯周辺に限定されましたが、装甲、馬力ともにザクの比ではなく、連邦軍の拠点破壊や上陸作戦で活躍を見せました。さらにツィマット社は一年戦争終盤には MS-15 ギャンも開発しました。ギャンは第2期主力モビルスーツ開発計画に基づき、ガンダムのようなモビルスーツとの戦闘を念頭に置いた高度な白兵戦能力を持つ機体として設計されています。リックドムなどの支援砲撃のもとに敵陣営に突入し、格闘戦に持ち込むという尖った戦術思想が見受けられますが、格闘戦ではフェンシングのようなステップと動作が可能な高い運動性を誇り、ニュータイプとして覚醒しつつあったアムロレイのガンダム相手に善戦するなど、白兵戦能力の優秀さが伺える機体となっています。 MS-14 ゲルググとのコンペの結果、ゲルググが正式採用されたため、生産数は1機または3機しかないとされていますが、優秀な機体がゆえん、後にマルバル D アルファや R ジャジャといった機体へキャンの設計思想が受け継がれています。
また、ゲルヌグとのコンペには敗れましたが、ゲルヌグのスラスター類には、ツィマット社の技術が採用されているので、推進機技術は正式採用されるという形になりました。このように、ツィマット社のモビルスーツは、汎用性を無視した突き抜けた個性を持つ機体が多かったため、生産数があまり多いとは言えない結果になりましたが、推進機技術の強みから、ジオン系モビルスーツの技術に大きく貢献した企業の一社となりました。なお、一年戦争中は、他にも、マゼラアタックのマゼラトップ砲の開発を行っていたり、サブフライトシステムのような、モビルスーツの周辺兵装にも実績がある企業とされています。また、一年戦争終結後の宇宙世紀0080、一部は、アナハイムエレクトロニクスに吸収合併されて、アナハイムエレクトロニクスティムとなり、GP シリーズやリックディアスの開発を手掛けており、さらに、ガンダム試作2号機のアトミックバズーカや、リックディアスのクレーバズーカといった武装開発にも貢献しています。余談ですが、モビルスーツの名前の由来は、様々なものが存在します。例えば、書籍、語源ブログによると、ズゴックは、水の中で動くから、ズゴック、アッガやアッグガイなどは、チームで動くモビルスーツで、後続が、悪体、と聞けば、後続機は悪、と答えるところから来ているそうです。ただ、いくつものモビルスーツが、名前の由来を持つ中、ズダやゴッグの名前の由来は見つけることができませんでした。ただ、他に、ビグロが、ビッグなクローという由来を持つそうなので、ゴッグなども何かの意味を持つのかもしれません。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。